3人散歩大変だけどできそうだね。できそうです。なんとか。まさかね、猫と散歩する日が来るとは夢にも思わなかったわ。たびたびすみません。いえね、なんとか完成しました。つけてもらったばっかりだったのにすぐに付け替えになって、そうすいません、ありがとうございます。これが一応マニュアルすべて入れてますので、はい、またゆっくりと読んどいてください。はい、わかりました。とりあえずインバーターからいきましょうか。インバーターは今回ここに、そしてスイッチはここになってますね。はい。これちょっとリモコンがついてないもんで、どうしても手元に、いちいちこれを上げたりするのめんどくさいので、ここに付けさせてもらいました。今回はね。はい。あれですね、これスイッチがこっち側でした方がやりやすいからひっくり返した形になっている。っていうか配線の長さのあれで。なるほどね。わかりました。はい。で、よいしょ。今回のバッテリーは、よいしょ。じゃじゃーん。おー、でかい。でかいですね、やっぱり。うわ、これ何十キロあるんでした？何キロあんのやったかな。でもまだ軽い方。軽い方ですか。わあ、もうなんかスペースがないですね。ギリギリですね。はあ、なるほど。今回は280アンペア、280アンペア。103本ぐらいに相当しますよね。そうね。ロスがあるから、ロスがない分、まあ3本分ぐらい、103本分ぐらいの相当になるね。これが外部充電器。あ、ここに、まあ今まではアプリでスマホから見てたんだけど、アップデートしてくださいって出てきたりとかしてすぐ見れない時があるんですよ。なのでここでついといてもらえたら助かります。今はソーラーで充電されてるってことですね。でソーラーだとあと6分ぐらいで 2% がっていうことですね。このデザインの変更がだいぶなってしまいましたね。ちょっと時間はかかりましたけど、いやありがとうございます。ゆっくりと楽しんでください。ありがとうございました。はい。ということで、サブバッテリーを200アンペア2本から、リタイムサーの280アンペア1本にグレードアップしました。100アンペアを並列すると、どうしてもロスが発生するので、本当は大きいものを1本つけた方がいいんですよね。100アンペアなら3本ぐらいには相当すると思うので、1.5 倍増えた感じですかね。そして、インバーターも1500ワットから2000ワットにアップグレードしました。あと外部電源もリタイムさんのものに変更しました。走行充電器ではなく外部電源ですね。コンセントを挿してバッテリーを充電させるやつです。デリカの時はサイズ的に100アンペア2本がいっぱいいっぱいだったので、それ以上大きなものは積めなかったんですけど、キャラバンになったことで大きいサイズのバッテリーも積めるようになってよかったです。ただ2本くらい積めるかなと思ったのが1本しか積めないことが判明したのは残念ですね。しかも1本だけならもう少しスペースが空くと思ってたので、下駄箱として使おうと思ってたんですよね。また下駄箱は別で考えたいと思います。前はバッテリーの残量がスマホから見れてたんですけど、今回からはパネルになりました。時々ファームウェアのアップデートがあってすぐに見れないこともあったので、パネルの方が使い勝手は良さそうです。両方見れるのがベストなんですけどね。で、今右下に出てるのが、今この車で使用してる電気の量ですね。ドラレコと冷蔵庫と電気がついてるので、電力を消費してるみたいです。で、ソーラーパネルもついてるんですけど、今日は曇りなので、発電してないみたいですね。はい、天気のいい日のソーラーパネルからの充電が
40数ワット。ソーラーパネルは100ワットなんだけど、ドラレコ2台と冷蔵庫が稼働してるので、それで差し引かれて30数ワット充電できてるみたいです。今から外部電源で充電してみたいと思います。充電が始まりました。今540ワットぐらいで充電されてるみたいですね。3時1分って書いてあるのが残りの充電時間です。44% を充電するのに外部電源で3時間かかるということですね。ただいまの温度が外が 34.6 度、中が 30.3 度。クーラーをつけたいと思います。点滅してるということは充電されてるってことなので、クーラーをつけてもそんなに変わらないということですね。20ワットぐらいしか出なくなってしまいました。どんどん落ちていってる。外気温とクーラーの設定温度の差が開くとなかなか充電されないみたいですね。サイクルライフ4000回、放電20度だからマイナス20度から60度までの間で使えるのかな。ソーラーパネルの推奨ワットは1200ワットって相当でかいですよね。1日 4.5 時間以上太陽光があるとして1200ワット以上のソーラーパネルでバッテリーが1日で満充電されますっていうことなんですけど、キャラバンの屋根には100ワットのソーラーパネルがついております。ないよりはマシぐらいな感じでしょうか。インバーターの方はマイナス20度から40度の間で作動するみたいです。そして外部電源の場合はマイナス10度から45度の間で充電できるみたいです。液晶パネルの見方はこんな感じです。接続方法なんかも日本語で丁寧に書いてあるので、電気の知識がある方だったら自分で接続できそうです。ただ聞いた話によると専用の工具がいるらしくって、その工具を使って止めないと発火とかの恐れがあるみたいなんですよ。その工具が結構高い値段なんですよ。なのでやっぱりこういう電装系はプロに頼むのが一番いいんじゃないかなというふうに思いますね。そう、テーブルをいじってたら麦さんのテーブルを出せなくなってしまって干渉するようになっちゃってね、出せなくなってしまいました。またホタテ父ちゃんに助けてもらおう。まだ車内で調理したことないし、せっかくなのでどんな感じになるか今夜ご飯を作って食べてみたいと思います。はい、お待たせしました。なんか夕方から涼しくなったので草刈りして温泉入りに行ってたらすっかり遅くなってしまいました。待たせたね。お待たせ。お腹空いたね。ご飯食べよっかね。はい、じゃあもうちょっと早速作っていこうと思うのですが、今日はもう簡単に作れるものを買ってきました。電子レンジを使ってみたかったのでエビグラタンを買ってきました。魚も買ったんだけども、ちょっと魚まで焼いてたら時間かかるので、もうアジをね買ってきてたんですけど、お肉だけにしようか。黒毛和牛の牛タンです。こちらを焼いていこうかな。そしてお酒はこちらね。お酒、これもあった。南富良野のじゃがバタですね。これも食べてみたいと思います。で、電源なんですが 100% にしました。コンセントは抜きました。23度の弱にしています。で、消費電力が 84.5% ですかね。結構少ないですね。車内と外部温度はあんま変わんないね。お肉焼くし、換気扇も回すと熱くなりそうなので、これは10にしとこうかな。もうやっぱり一気に400ワットを超えてきました。また雨が降り出した。油がカーテンに飛び散ったらいけないのでこれをつけました。
あ、しまった。ちょっと待って。蓋開けるの忘れてた。慣れてないから。IH がちっちゃすぎて数字が見えない。IH 鍋はちっちゃいのじゃないとダメかな。今最大にしました。で、1.1 キロワットまで出た。まあだから1000ワットですよね。7枚ありました。じゃあリンスズがちっちゃいの1枚ずつで、大きいのが3枚あるから1枚私もらって、残り4枚をタナピにあげようと思います。あ、みんなおとなしくしてる。平行さんにしてますね。消費電力は6% しか減ってない。本当は魚をあげたかったんだけど、ちょっと焼いてたら時間がかかるので、今日は缶詰にします。換気扇にね、止め忘れてしまうっていうのはよくあることみたいなので、気をつけないとね。あ、りんちゃん、降りて。りんちゃん降りて。降りてちょうだい。はい。大丈夫。猫用の缶詰だけど、これは添加物で何も入ってないただの魚なので、タネにもあげています。半分ずつね。で、3、4。さて、じゃあどこで食べてもらおうかね。これがあるから、テーブルの上で食べてもらおうか。じゃあね、りんちゃん、すーさんどうぞ。はい、りんちゃん、はい、りんちゃん、すーさん、タナピはちょっと待って。りんちゃん、分かってないね。違う、それはりんちゃんとスーさんの下に置いた方がいいか。スーさん食べてよ。よいしょ。わちゃわちゃ。はーい、食べ始めました。あら、タナピもうお肉だけ全部食べたわ。早いね。ごめんまずじゃがバターを温めてみます。電子レンジで温めるときは袋に数箇所穴を開け 1,2 分くらい温めます。バーベキューの串があったから、これで数箇所ね。じゃがバターを 1,2 分って書いてたから1分でやってみます。スタート。で、もう電子レンジもコーナー電気 1.3 キロワットいきました。できたかな。あちあれ、スーさんもういいの？スーさんはね、なんか一気に食べなくって最近。後から食べてるんだけど、家では大丈夫だけど、今、りんちゃんもちょっとお腹いっぱい。お肉残してんね。そう。それスーさんのでしょ？はい、ちょっとね、タナ吉が食べちゃうから下げます。タナの届かないキッチンの上かベッドの上に置いとこうかな。とりあえずここに置いときます。
エビグラタンは500ワットで6分、600ワットで4分40秒って書いてあるんで、600ワットで4分40秒いきます。これで電子レンジ4分40秒でスタート。次は600ワットだと1.5キロワット。危ないですね。前のデリカだったら1500ワットまでだったから使えないところでした。大容量に限るね。はい、出来上がりました。うわー、熱そう。はい、グラタンできました。黒毛和牛の牛タン1枚と北海道産のじゃがバターです。いただきます。ちなみにこれワンズと車中泊のタンブラーです。サーモタンブラーです。いただきます。うまい。まずはグラタンからいただきます。美味しい。久々に食べたな、グラタン。何年ぶりだろう。牛タンは天日塩でいただきます。うまい。じゃがバターいただきます。バターがしっかり効いてて美味しいです。りんちゃんはテーブルの下。スーさんどこ行ったんだろう。なんか狭いとこが好きだからな、あの子ねえ。いやー、しかしいいですね。これはすごい広々としてるし、毎回テーブルセッティングしなくていいし、IH とか片付けなくていいし、で電子レンジですぐチンできるから、今までこういうの食べられなかったんだよね。まあでもね、電子レンジまでいらないかななんて思ってたけど、やっぱりあると便利です。86% まで減りました。だいぶやっぱり電子レンジを長く使うとだいぶ減りますね。残量をチェックしてから使わないといけないですね。じゃあちょっとゆっくりいただきます。ごちそうさまでした。美味しかった、君たち。はい、もう今日はね、このままここで寝たいと思います。どんな寝心地かも試してみたいし、もし問題が旅に出る前にちょっと直しておきたいので、今日はみんなで車内で寝たいと思います。爪研ぎやってるね。ここでもやってるよ。バッテリーは 85% ですね。クーラーは22度で弱にしました。これで朝まで過ごしたいと思います。食べてたね。ご飯食べてたね。おやすみ。スーさんはハウスの中に入りました。どこがいいの、スーさん。じゃあそこで寝寝しなさい。はい。おやすみ。それではおやすみなさい。おはようございます。今朝の7時過ぎです。いやー、よく寝れたわ。62% まで減ってる。結構持ったかな。外気温が 26.2 度。車内20度まで下がってますね。ナビおはよう。おはよう。ミンタンおはよう。スサもおはよう。昨日気がついたんですが、どうやらリンスズもね、散歩に連れて行ったら脱走しないみたいね。ドアを開けても出ようとしなかったんですよ。結局満足してたら脱走しないのかな
まあ外に興味があって出るってこともあるとは思うんだけど、はい、じゃあベッドマットも問題ないし、クーラーも一晩使えてたので、とりあえず旅に出ますかね。ということで早速旅に出ようと思います。